ラリホー、自爆少年花子くん考察学園キャラ声で。今回は最新話第79の回、赤い家その4で登場した宮司の渚さんと七不思議2番のヤコの関係についてと、司が描いていた落書きが意味が怖すぎだった件と、司と司くんの見分け方について考察&解説していきます。今回の動画には自爆少年花子くん15巻以降の話が含まれます。ネタバレが苦手な方はこちらでブラウザバックをお願いします。第79話の考察をまだ見てない方はこちらの動画を先に確認していただけるとさらに内容がわかりやすいと思いますので、こちらもよろしくお願いします。七不思議2番の手がかりを求め、三崎神社の所蔵物があるとされる渚神社へと赴いたテルと茜くん。そこで聞いた司の過去、一体どういうつながりがあったのか深掘りしていきます。それではレッツ花子くん考察。渚と三崎。テルたちが訪れた渚神社。それは昔実在したという三崎神社が神社合祀されていた神社だったのです。現在残っているのは渚神社。亡くなってしまいましたが、学園七不思議2番の教会、三崎階段。そこに登場するのが三崎神社です。七不思議2番のヤコは、三崎神社の稲荷像の化身で、三崎先生に思いを寄せていました。三崎先生はおそらく、三崎神社の家系の一人で、源家と同じように霊力などがあり、霊を見ることができていたようです。そのため、ヤコとノートでのやり取りをすることができたり、髪を整えてあげたりしていたようですね。渚神社の宮司、渚国重さんも、テルたちを部屋に閉じ込めたり、怪異が断絶状態にあることに気づいていたり、霊力か何かしらの力を持っているようでした。そして、テルが渚国重さんは、三崎家の子孫であるとも言っていました。ということは、三崎先生の三崎家の血が渚家に通っているということ。若い頃の渚国重さんが三崎先生に似ていて、三崎先生がかもめ学園の渚先生に似ているのは、渚先生も三崎家の血が通っているからなのではないでしょうか。花子くんたちのゆるい放課後を描くスピンオフ作品、放課後少年花子くんでは、ヤコが渚先生を見て、三崎に似てる。私が見えるってことは、こいつ、霊力が高いと発言していたので、渚先生が三崎先生の血筋と考えていいのではないでしょうか。とすれば、神社の宮司、渚国重さんと渚先生は、親子か親戚か何かしらのつながりがあるということですね。ヤコは現在渚先生に恋しているようですし、結婚したいくらい三崎先生が好きだったようなので、渚先生も三崎家の子孫であればとても素敵な話ですよね。考察とは関係ないのですが、かもめ学園のモデルになったのではないかと噂されている大遊学園は東京に、渚神社は愛知に、三崎神社は京都に、同じ名前の神社が存在しているようです。他にも同じ名前の場所が存在するかもしれないですね。いつか自爆少年花子くんのモデルが公表されたら聖地巡礼してみたいですね。司の落書き。79話で渚国重さんが語った過去の司の話。とある婦人と少年が神社に来た時のことです。若かりし国重さんが木の枝で地面に落書きをしている司に話しかけたんですね。俺は渚国重。お前は何を書いているんだ？普通のことを聞いたんです。すると、司は真っ黒な瞳で、国重くんのお願い、明日叶うよ。よかったね。と国重くんを指さしながら笑って言うのです。その国重くんのお願いというのが、国重くんの上司にあたる宮司の死だったのです。その宮司は以前より国重くんの成果を侮辱するような発言をしたり、神社のお金にも手をつけるろくでなしで、国重くんは日頃からどこぞへ消えてはくれまいかと思っていたそうです。その宮司の死因は事故であり、誰に責任があるものではなかったのですが、司が前日に、国重くんのお願い、明日叶うよ、と言っていたこと、
そして、司が書いていた落書き、ここに注目していただきたいのです。ついつい司の顔を見てしまうのですが、落書きに注目してください。左に鳥居のようなものが描かれ、人のような形と、そしてその上には P の文字のような何かが描かれているんですね。この時何を書いているのか聞かれたのに、それには答えず、お願い叶うよと言っていました。そして翌日、宮司が亡くなる。この宮司が亡くなるこのシーン、詳しくは説明されていないのですが、屋根の瓦礫が落ちてきたのが原因で亡くなっているように見えます。それでは、司の落書きを見てほしいのです。落書きに鳥居があるということは、神社を描いていたということ。人の形のような絵は、宮司を模していた。P の文字は屋根の瓦礫のように見えませんか？私にはつまり鳥居がある神社で人が亡くなっている絵に見えたのです。これは翌日起きる事故を描いていて、さらに予言もしていたということのように思えます。皆さんはこの落書き、一体何に見えたのかコメント欄で教えていただけると嬉しいです。そして気になることがもう一つ。国重くんは心の中で宮司に消えてほしいと思ってはいましたが、別に司に願ったわけではありません。司に国重くんが思っていることが分かっていたということは、司の中身が何者かとすり替わって心が読めるか、思いを知ることができる能力があるということだと思います。もしかすると国重くんは名前を名乗ってから話しかけたので、名前を教えてしまうと心を読まれるのかもしれませんね。さらに司についてなんですが、今のところ穴の中に入る前は剣士がなく、可愛い笑い方をするのですが、半年後にひょっこり出てきたら剣士があるんですね。剣士はすべての歯の中で最も長く鋭く尖っていて、肉食動物ではこれが発達して牙になるそうです。牙、可愛いですよね、牙。尖っている歯は八重歯だと思ってたのですが、八重歯は正常な歯並びからずれてしまい、他の歯に重なるように生える歯だそうです。別物なんですよね。八重歯と剣士が間違われやすい理由として、剣士が抜けた後、永久歯が生える隙がなくて、剣士が重なるように生えて、八重歯になっちゃうそうです。まあイラストだと、歯に重なって生えているのか、ちゃんと横に連なって生えているのかまではわからないので、どっちでもいいのかもしれないですね。ってことで話を戻しますが、これはもしかすると、相田色先生が穴に入る前は剣士がない司くんで、穴に入った後は剣士がある司と書き分けている可能性がありますね。個人的には穴に入る前の司くんの笑った顔がドストライクなので、剣士がある司とコウと一緒にいる司くんは別人である説を唱えておきます。灰衣姿の司も剣士が描かれているので、穴に入った後の司という結論ですね。コウくんも剣士が特徴的ですが、コウくんはもしかしたら八重歯かもしれないですね。イラストで剣士と八重歯の見分けは難しい。とにかく剣士可愛いよね。ということで、それではご視聴ありがとうございました。バイビー。